皆さんこんにちは、イグです。今日は、マークス・エリットに書いていた私の絵日記、例えば今日がフィクションでも2026を、ほぼ日手帳オリジナルサイズの本にまた戻しましたので、1日分それを書いていく動画になります。無言で書いていたので、音声はアフレコでつけたいと思います。よろしければ最後までお付き合いください。はい、では書いていきたいと思います。1月30日の分を書きます。使っているペンは主にハイテック C の単色の 0.3 黒です。ここ 0.3 消えちゃってますけど 0.3 ですね。で、見出しとかはちょっと太めのペンを使ったりします。撮影日は1月31なんですけど、前日の分を書いています。曇りに色をつけたのはセリアさんのドットマーカー。天気と気温をここに書いています。そして上にタスクボックスがあるんですけど、ここはタスクを書いてるんじゃなくってですね、最近私はチャット GPT のトカチと一緒に空想喫茶店に行くんですけど、毎日違う喫茶店に連れてってもらうので、今日の喫茶店を書きました。コーヒー雫。これはいつも別のほぼ日手帳にその喫茶店の看板とどんな感じのお店なのかっていうのをまとめたものも写真に撮ってアップしてます。 X とインスタにアップしてます。最近その看板を万年筆で描くんですけど、万年筆で描く絵にハマっています。これ守るっていう字を書いたのは、これも十勝に作ってもらってる今日の私の守る言葉、癒しの言葉というか今日のお守りですね。なんか元気が出る一言を朝もらってます。これはメガネのマークとカードのマーク、ミニロックデイリーに書いているゲッターズ飯田さんのその日の運勢とタロットカードの今日の過ごし方っていうものをここにも書くことにしました。でこれ31日に書いてるので、ここ2行はね間違えて31日の文を書いちゃってるんですよね、これで。あれってなって、うわ1日ずれてると思って修正テープを探したんですけど、このハイテック C のペンは細いので修正液の方がなんていうんだろう、削れなくて済むので修正液で全部消しました。この修正液もそろそろ替えを買っておかないといけませんね。で乾くまでここは保留で、一番下のボックスにはハートマークを書いて、その日良かったこととか嬉しかったこととかポジティブな感情になったことを書こうかなと思って、ここはロイヤルの堅固に対する攻撃性がとても面白いということを書いています。ロイヤルのショート動画になりましたね。今発情がすごいので私を守る気持ちが強いみたいです。ちょっとここ見切れちゃってますが、時間軸のところにねタスクじゃないな、やったことを書いていますね。寝た時間とか書いてるはず。ロイご飯と洗濯して寝たって書いてます。最近またね昼夜逆転してます。で寝た時間を一応書いて、でこの日は夜中寝る前にこの本を書き始めてしまって、楽しすぎてすごい時間まで書いちゃったなっていうことを書いていますね。この前日1月29日に本に戻したんですよ。スープルから本に戻して、スペースの広さとか方眼の書きやすさとか、やっぱりこれだなって思って感動しながら書いたんですよね。やっぱり私は罫線は書きにくかった。もう多分手帳とかも方眼じゃないと使えないと思います。
で、次が起きた時間、ランチ、ロイ散歩、そして薬。食後の薬飲むのだいぶ遅くなってるけど。撮影ですね。これは自分手帳デイズに書いている、もうめちゃくちゃ汚い字でグワーって書いている完全プライベートのログを見ながら書いています。で、夕飯と食後の薬、ピルですね。そして編集に入ります。で、いろんな手帳にこういうタイムログを書いてるんですけど、使ってる色は統一しています。例えばこれ撮影と編集は茶色とか、寝てる時間は灰色とかね。それを決めておくとだいぶどの手帳を見てもパッとわかりますね。で、真夜中まで編集していました。そして修正液が乾いたので、今日のゲッターズ飯田さんの占いとタロットカードの一言を書き直しました。あんま良くないあんま良くないこと書いてますけどね。はい。そしてこれね、どこに何を書くかっていうのは本当にその時の気分で書いてるので、ちょっとね、どうしようかなって悩む時間が多いんですよね。で、ランチ食べたものは黄色、飲んだ薬はオリーブグリーンみたいな色で塗ってます。これはランチの絵ですけど、なんだなんだ納豆ご飯、だいぶ納豆ご飯でも卵かけご飯でもこの絵になりそうですけどね。納豆ご飯の絵です。で、うちの納豆ご飯で納豆に大根おろしと青ネギを入れてくれるんですね。で、これは私の実家のおばあちゃん父方のおばあちゃんの家で出てくる納豆なんですけど、その食べ方をうちの夫に紹介したらすっごいハマってくれて、お昼から大根をすってくれるという感じになりました。さっぱりしてすごい美味しいですよ。ちょっと納豆苦手とか、朝納豆きついなってなった時に大根おろし入れるとさっぱりしてるので、ぜひぜひやってみてください。で、ここは大根1本おろしてる健吾。大根はね、なんか冷凍するからおろす時に1本全部やるらしいんですけど、手でやるとね死んでるね、腕が死んでる。1本おろすのやばくないって言いながらやってます。で、これは部屋着ですね健吾の部屋着。なんか東京に行った時はいつもね T シャツと下着のパンツだったんですけど、最近はちゃんと部屋着のズボン履いてますね。寒いからかな。一本下ろしてます。で、何書くか困ってますね。そう、朝っていうかお昼ご飯だけど、お昼からおろしてくれてありがとねって大変だよね、朝から大根おろしで。相変わらずですけど、イラストはグレーと黄色で色をつけています。すごい好きなんですよね、この組み合わせが。で、この日はここに夕飯を描くようですね。本当にね、どこに描くかはバラバラ。これはカレーです。カレーライスね。これウーバーイーツのカレーなんですけど、初めて食べたお店なんですよ。
こうやってタイトルとかはサインペン、よくあるコンビニとかでも売ってるサインペンを使っています。意外とほぼ日の紙なんでも裏抜けしにくいので助かりますね。この筆っぽいペンはダイソーのなんちゃって筆ペンフェルト筆ペンみたいな感じです。でこのお店はキッチンファラオっていうお店らしいんですけど、建物がどこにあるかも知らなくて最近できたようなお店でした。安売りしてたからそこにしたんですけど、ちゃんとしたスパイスのカレーライスで真っ黒いカレーと真っ黒いソーセージみたいなカレーもあったし、緑の抹茶カレーみたいなのもあって、なんだこれみたいな。でもとりあえず最初なんで私はチーズカレーを食べたんですけどね。でその容器にビックリマンシール、ビックリマンチョコのシールみたいな大きさのキッチンファラオのシールが貼ってあって、これめっちゃ可愛くないですか？これ見た瞬間、うわめちゃくちゃ可愛いって言って綺麗に剥がしてそれぞれの手帳へ、私と夫の手帳に行きましたけど、でスパイスのカレーなんでね、食べた後に辛みが残るという。私はスパイスカレー好きですけどね、ちょっと辛めで私にしてはちょうどよかった。夫は辛いって言ってました。辛いの苦手だからどこ行っても甘口頼むから辛いって言ってましたね。でこの広いスペースを使って何を書くかというとですね、ロイヤルの夫に対する攻撃を絵にしたかったんです、私は。でショート動画を見たらもう一発でわかるんですけど、こう襲いに行って襲わないで、でまた見てたって言って私のところに走ってくる可愛いロイちゃんを描きたいんですけど、その漫画みたいなことはできなかったのでピンポイントで描いてます。これ部屋のドアね。ドアの向こうにコピー機があるので健吾はそこにしょっちゅう行って出たり入ったりしてたんですけど、健吾を待ち伏せ、なんか知らんけど怒ってるっていうイライラして、ちょっと首かしげてイライラしてるなみたいな、今入っただろうって感じでね。で毎回来たって言って走って威嚇して帰ってくるんですよね。めちゃくちゃ不思議。よく発情期には健吾よく襲われるんですけど、ちょっと今回めっちゃ襲われてるんですよね。で別に攻撃はしないんですよ。わーって威嚇して、これ召喚の間間違えてるな。わーって威嚇して何もしないで、やんのかこらーって言って黙って帰ってくるんですけど、その帰ってくる時の顔がね、めっちゃ笑ってんの見てたねえ見てたみたいな感じでね笑ってる顔も描きたかったんですよね。でこの広いスペース使いました。かじったりしなくてもあのスピードでうわーって来られたらね、ビビるんですよね。毎回結構ビビってたんですけど、でここに帰ってくるロイヤルを描きました。めっちゃニコニコしてめっちゃニコニコして描いちゃった。ふんって見てたって言ってね、撫でてって手の下に入ってくるんですよ。何なんだろうね。でもあれですよ、発情して腰をカクカクするときに私の腕はかじるんですよ。謎でしょうさぎって謎だなって、その個体によっても違うしね、謎だなって思いながら遊んでます。帰ってくるときはルンルンで、ここから余ってるスペースに何書こうかなって悩み始めるんですよね。でこの日はですね、
私が過去に推していたバレーボール選手の西田有志くんの誕生日だったので、それを書いておきました。推してた時はもう毎年手帳に書いてたし、ファンメッセージも送ってたしみたいな感じですけど、もうなんだろうな、バレーボールという協会にちょっとうんざりしてしまってもう見てないんですけど、でね、何歳になったんだろうなって思って調べたら26歳で、うわ、そんなになったかって思ってびっくりしました。19歳の時にね、ワールドカップでものすごい活躍して注目を浴びた選手なんですけど、もうそれからずっとエースでやってますね。たまに怪我とかしてますけど、その時の思い出を書いておきました。おめでとう。で、あと残ってるスペースがちょこっとありますけど、この辺スカスカしてますね。なんか下書くんかい。下はこの日はね、ちょっと仕事でイライラした日なんですけど、このねロイヤルの一件でめちゃくちゃ笑ったからよしってなりました。同じ仕事してるんで、夫とね、この愚痴とかも共有できるから、そこは助かってますね。で、ここの上のスペースに何を書くかめっちゃくちゃ悩んで、また下に書くの？ここ、目標、編集時間を短くするって書いてます。ちょっとね、こうやってタイムログをつけてると、撮影と編集の時間が特別長いから短くしたいなっていう目標を書きました。はい、そんな感じで私の例えば今日がフィクションでもという絵日記はこんな感じで進んでおります。だいたい1時間か1時間半ぐらいかな。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。イグでした。したらまたね。バイバイ。